さあ皆さん、元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、もうね、サックサクのタルト生地と、中はですね、もうトロットロのチョコレートクリーム。で、一番上にはですね、もうこれでもかってぐらいに甘いイチゴを乗せた、もうね、ショコラティエの中の王道のイチゴのタルトショコラ、これ作っていきたいと思います。もうただイチゴを飾るだけじゃなくて、プロのアレンジの仕方も公開したので、ぜひ最後まで見てください。でですね、もうめちゃくちゃいろんなところにポイントがあって、入荷のさせ方とか飾り付けの仕方とか、もう全部紹介していきますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。ではやっていきます。よろしくお願いします。はい。じゃあまずタルトのクッキー部分ですね。これ今日は、チョコレート味になってます。材料がバター、じゃあバターですね。バターと、卵、あと小麦粉と、少量の塩が入ってます。で、ココアとアーモンドパウダーと、粉糖ですね。これで作っていきます。それ以外にですね、これ今度チョコレートクリームの部分なんですけども、材料はチョコレートとバターと生クリーム、この3つで作っていきます。で、それ以外にタルトにジャムをちょっと入れるんですけど、材料はですね、グラニュー糖と、フランボワーズ、この2つで作ります。で、残りのこのイチゴは、出来上がったタルトのデコレーションに今日はイチゴをたっぷり乗せて作っていきたいと思います。はい、じゃあクッキー部分作っていきます。小麦粉と、これココアですね。これ2つを一緒にふるいます。で、これ今日は2つこうやって混ぜてふるってるんですけど、1回だとなかなか混ざりきらないので、2回ふるおうと思っています。はい、この柔らかくなっている状態のバターに、まず砂糖を入れていくんですけど、これ今日粉糖ですね。これ加えます。で、これグラニュー糖とかじゃダメなんですかとか、上白糖じゃダメなんですかって言うと別にいいんですけど、上白糖とグラニュー糖はちょっと全然違うものなんであれですけど、粉糖とグラニュー糖は一緒なので、置き換えても大丈夫です。ただ、ちょっとこうザラついたりとか、溶け残ってしまう場合があるので、なるべくクッキーとかの場合は粉糖がいいと思います。で、こうやってバターの水分を吸って、粉糖がよく馴染んでる。で、ここに、卵を入れたいんですけど、先に今日はアーモンドパウダーを入れます。入れちゃいますね。アーモンドパウダー先に入れるのは、卵を入れた時に、ちょっと多分皆さん作ってて分離したりすると思うんですけど、卵を入れる前にアーモンドパウダー入れといた方が分離しづらいんで、今日は先に入れます。そしたらこの卵ですね。で、これ一応常温に出しておいた卵の方がいいです。冷たいと、混ざりづらいので、常温の卵にしてください。で、よく分離しちゃって大変だってあるんですけど、もし分離途中でしちゃったら粉を入れれば綺麗に混ざっていくので、分離したままじゃなければ気にせず大丈夫です。もうね、そんなあまり気にすることなくどんどん混ぜていけばできちゃう。これもこうちょっとやや分離してるみたいに見えるんですけど、気にせず混ぜていきます。で、あと入ってない材料は、この粉たちと、あとお塩ですね。で、こっちの卵が入った状態の方に先にこの塩を入れます。これも塩味、塩味が欲しいわけじゃなくて、旨味のために入れてます。これも入れちゃいます。甘いだけよりもちょっとだけお塩が入ってる方がすごい美味しくなります。これを混ぜる。で、最後ここにふるっておいた粉を加えます。で、この時に粉をふるっておかないと、なんかココアが多いところと小麦粉が多いところができちゃうんで、ちゃんとふるってください。このぐらい。なんか
粉がちょっとだけ残ってても大丈夫です。この後、これをラップに包んで、冷蔵庫で1時間ぐらい冷やします。そうするとバターが固まって伸ばしやすくなるので、その状態までちょっと冷やします。はい。で、これ冷やしといた、クッキー生地ですね。冷蔵庫入れときました。でこれをちょっと伸ばしていきます。で今日は、ここにこう粉とかを打つんじゃなくて、フィルムにサンドしてやっていきます。そうすると余分な粉が入らないんで、よりサクサクに本来のクッキーのレシピのまんま作れるので、今日はそうしていきます。はい、これ大体3ミリぐらいの厚さに、伸ばしたい、反射して見えたいんだけど、この厚さはちょっとそれぐらい伸ばしたいですよ。なのでクッキーやるときはもう一緒です。4ミリでもいいし5ミリでもいいんだけど、こうやって OP で挟んで伸ばすと、結構綺麗に伸びるかなと。これ剥がして、で今日はタルト型なんですけど、これ15センチの型ですね。これを使っていくので、これで抜いていきます。まず底生地。この部分が底生地です。で、よくこのタルトの上にこう生地を重ねて、重しをして焼いていったりすると思うんだけど、今日はそういうことしないで、この厚さの分の帯にクッキーを切って、周りに敷き込んでいきます。でちょっとはみ出した方がいいので、大体なんですけど、ではこの帯とこの丸を2つ合体させて、これでタルトリング取っていく感じですね。で、ちょっと今伸ばしたてで少し柔らかいので、一回これ冷蔵庫で冷やします。じゃあこれオーブンでさっき敷き込んだやつ焼くので、まず準備ですね。で、タルト型はさっき言ったこれです。で、冷やしといたやつなんですけど、この丸の部分と帯の部分で別々にちょっと取っときます。これを型に、敷き込んでいきたいと思います。今ちょっと粗いんですけど、こういう状態で、このはみ出た耳の部分、このはみ出てるところを、ナイフでこうやって落としていく。でこの生地は普通のクッキーに使ってもいいし、また残った生地と混ぜても使えるので、これは再利用しています。でよくピケって言ってこう穴開けたりする作業もあると思うんですけど、これは一切そういうこともせずに、このまま、焼きます。160度に温めたオーブンで焼いていきます。もし焼くのが時間かかりそうだったら、このまま冷蔵庫でストックしておいても大丈夫です。じゃあこれで焼いていきます。はい、これ焼き上がりました。ちょっと熱いんであれなんですけど、綺麗に角もしっかり出て、丸く綺麗に焼けました。これちょっと粗熱取って、この後これに、ラズベリーとあとクリーム絞っていきます。はい、じゃあ次はタルトの底の部分に引くラズベリーのジャムを作っていきます。で材料すごいシンプルなんですけど、ラズベリー、これ冷凍してる方がいいですね。冷凍したラズベリーをまず入れて、ここにお砂糖ですね。これ今日はグラニュー糖にしてます。を入れる。でこれは今日ちょっとこうやって混ぜてるんですけど、もし時間があるときは砂糖とグラニュー糖、砂糖とラズベリーをあらかじめ混ぜておくと、ラズベリーからすごい水が出るんですね。砂糖ってこう水分を吸う性質があるので、そうすると結構短時間でできます。でも今日はこの冷凍の状態のものから作っていきます。冷凍の状態から作るといいメリットは、少しだけね色が赤く綺麗にできます。こうやって液体入れてないのにもすごい
水分が出てるの分かります？これはね、砂糖を入れてると、どんどんフルーツから水分をね、吸う性質があるんです。でこれを、完全に沸騰させて、少しだけ煮詰めていきます。この鍋にラズベリーとかが張り付いて、こうジュワ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 って言ってるんです。混ぜてあげると、この鍋にこう張り付いてこうとしてる状態。これは、こうなんかジャムみたいに煮詰まってきてる時になる音なんですけど、こういう。で、こういうこの音が聞こえてきたら、もうこれ完成です。今日はこれぐらいの硬さ。今ね、まだこう全然ちょっとサラサラしてるように見えるんですけど、これ冷えるとペクチンっていうのがフルーツ持ってるんですけど、ペクチンが働いてちょっとジャムみたいにもうちょっととろみがつきます。なので、この段階ですごいトロトロにする必要はない。ちょっと沸いて、ざわ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 音がするぐらいまで煮詰めたら OK です。そしたらこれすぐ冷やします。はい、次にチョコレートクリームを作っていきます。まず、チョコレートですね。これ刻んでいきます。で、生クリーム沸かします。で、よくバターって皆さん使うと思うんですけど、バターを、例えば生チョコっていうかこのチョコが40度以下になったらバターを入れるっていうレシピ多いと思うんですけど、そんなことはせずに、このバターは、生クリームに入れて一緒に沸かします。でこの生クリームとバターが入ったものを完全に沸騰したら、チョコレートに注ぎます。今混ぜて生クリームとバターとチョコレートをこう乳化させると混ぜてる状態ですね。で、チョコレートを刻んでないと多分溶けきらないので、その場合はもう刻まずにチョコレートをレンジでチンして溶かしておいてもいいです。で今ちょっと混ぜてるんですけど、これね結構ポイント。これよーく見るとちょっとね表面がザラザラしてるんですよ。で、これは水と油が要は混ざってない状態なんですけど、できれば今日このハンドミキサーがあるんですね。これ多分3000円ぐらいで買えるんですけど、これお菓子作りにすごい僕使ってます。これね、ちょっと状態の変化、これ今ザラザラしてるやつをこのハンドミキサーをすることによって滑らかになります。これをちょっと回してあげると、プリッと混ざった状態。分離してないんですよ。できれば、手でこう混ぜて、ホイッパーとかで混ぜて、混ぜたもの、水と油を混ぜたものでもいいんですけど、できればこのハンドミキサー使ってもらえると、わかるかな？このツヤとかね、ちょっとわかりづらいですけど、全然違う。これが混ざった状態です。本当に口どけいいし、この後乗せるイチゴとかともめちゃくちゃ美味しくなるので、ぜひやってください。これでクリームは完成です。これ粗熱取れたタルト型ですね。これちょっと外します。これすごい縁もすごいしっかり立ってるし、エッジの部分、角の部分も綺麗に出てるんで、いい感じですね。これに仕上げていきます。これ、冷やしといたやつですね。すごいサラサラだったんですけど、冷えると、ジャム状になってます。上に乗せるのがすごいさっぱりとした、ちょっと甘さもあるイチゴなんですけど、このタルト部分は少し濃厚に仕上げたいので、一番下の層にラズベリーのジャムを引きます。でこの食感もプチプチとしてるんで、あとチョコレートの相性がすごくいいですね。で、ここにさっき作ったチョコレートクリーム。もうすごいツヤツヤな状態ですね。これを縁まで流していきます。いきますね。ちょっと下で支えながら、はい。これで今、タルト生地とジャムと
クリームが入った状態です。これ少し冷やし固めます。飾り用のいちごをちょっと切っていきます。さあ、ありがとうございます。最後まで見ていただいて、どうでしたか、今日のタルトは。ちょっとポイントのおさらいですね。タルトの器の部分ですね、これ薄くしっかり作って、型に貼り付けて、焼いたっていうものですね。で、中に入れた、ジャムは、ふつふつと音が出るまでしっかり煮詰めてください。そうするとジャム状になるので、食べた時のコントラストも出てとても美味しいです。そして、クリームの部分は、バター入れて沸かしたと思うんですけど、ちゃんとこう乳化させてないと味わいとしてちょっとザラついちゃうので、可能だったらこうハンドミキサーみたいなものでちゃんと乳化させる。ホイッパーでももちろん大丈夫です。絶対乳化させる、ツヤツヤにするっていうところだけやってください。最後、上のデコレーションなんですけど、これイチゴじゃなくても正直大丈夫です。でも今ちょっとイチゴが美味しい時期なので、それに合わせてチョコレートもレシピも組んでみました。ぜひ、皆さん好きなフルーツとかですね、使ってみてもいいかなと思います。ポイントをしっかり押さえれば必ずできますので、やってみてください。最後までありがとうございます。コメントといいね忘れずにお願いします。チャンネル登録もぜひお待ちしております。また皆さんに会えるのを楽しみにしてます。また会いましょう。さよなら。